はい、皆さんこんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。今回はこのマキタのポールソーについて紹介していきたいと思います。先週ですね、チェーンソーの動画をちょっと作りまして、チェーンソー中古でどうですかみたいな動画を作ったんですけど、できればですね、チェーンソーとこのポールソーはセットで考えてほしいなと思って、今回この動画を作っています。で、チェーンソーを使ったことある方はご存知だと思うんですけど、陸上で平地で何かを切るということであれば、そんなにね、危なくないんですね。ただ、ちょっとでも高いものを切ろうとしたりとかした場合、あと、はしごに登って高いところが切ろうとしたとき、こんな感じになるんですけど、途端にすごい危ないことになるんですね。特にチェーンソーは顔の高さより上げちゃいけないと言われてて、なんでかというとこういうリスクがあるんですよね。ですからチェーンソーが得意なのは自分の腰より低いところになります。私もチェーンソーを使い出して、木を切り出したらですね、やっぱり高いところの枝とか切りたくなるんですよね。で、その度にはしごを持ってったり、こんな感じで無理な体勢で切ったりとか、で危ないなと思いながらやってたんですね。で、その辺の問題が、このポールソーであれば、見ていただいてわかるように、高いとこ切れるので安全にできますということで、チェーンソーは5年ぐらい使ってきましたけど、ポールソーも4年ぐらいは使っているので、今回は私の経験をもとに、このポールソーはどうなのかということをお話していきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい。では、ポールソーの仕組みについて簡単にお話したいんですけど、ここにスイッチがありまして、ここをオンにして、ここをひねると、こういう感じで、頭にある、チェーンソーが回転するような感じになります。で、こういう感じで、高いところの枝を切ったりすることができますと。で、これをチェーンソーでやろうと思うと、はしごを運んできたりとか、よじ登ったりとか、で、その上でこういう感じでやらないといけないんですね。で、私聞いた話で、シルバーボランティアみたいな園芸のことをされた方が、2、3回木を切ってたら落ちたという方の話を聞いたことがあるので、そういうのもね、これがあれば安全にできるのかなというところで、ちょっと今回紹介させていただいてます。で、こちらの機械なんですけど、これは 18V のバッテリーを2つ入れて36で使うような感じですね。で、36だと、このチェーンソーの部分、チェーンソーのこのパワーっていうのは、ここのモーターとこのバッテリーに依存してますんで、36あれば足りるかなっていうところですかね。で、おそらくこのスプリットモーター、この部分が 18V のモーターあると思うんですけど、個人的には18だとちょっと切るとき、丁寧にやらないと切れないんで、あれかなと。そもそもそうですね。で、この36であっても、やっぱりこれ小さいんで、切るの難しいんですよね。この細い枝であれば、いいんですけど、ある程度太くなってしまうと、切ってるうちにたわんでくるので、刃が挟まったりするんですよね。そういう時もパワーがあれば押し切れるんですけど、パワーがないとバッテリー式が特にすぐ止まっちゃうんですよね。だから、なかなかね、試すこと難しいと思いますけど、個人的には36の方が無難かなと思います。ただ36だとね、バッテリー2つ必要だとか、重くなるとかそういうことあると思うんですけど、パワーがないのはちょっとね、イライラするかなと。で、こちらが 40V のやつも出てるので、全然パワーの問題はないかなと思います。例えば、この木の枝を切りたいという時に、チェーンソーだと、こんな感じで、ね、高いところにチェーンソーを置かないといけないと。で、こういうリスクがあったりとか、あとは高いものを切ると、当然ですけど落ちてくるんですよね。そういうリスクがありますと。で、もしくはここにはしごをかけて、はしごの上からやるんですけど、今度ははしごから落ちるリスクが出てくるんですよね。で、それに対してポールソーがあれば、こんな感じで安全に切ることができると。開墾とかね、する方は、できればセットで持っといた方がいいのかなと。このポールソーを持ってないと、チェーンソーで何とかしようってことになってしまうので、
私それに気づくまで1年ぐらいかかったんで、余裕があれば用意した方がいいかなと。チェーンソーとポールソー両方持った時も、このバッテリーっていうのは使い回しできるんですよね。ですから揃えたり一緒に持つメリットはあるのかなと思います。で、こちらのポールソーなんですけど、もう4年ぐらい使ってるんですね。で、その間に2回ぐらい修理に出したことがあります。決して牧田さんのこのポールソーという製品が壊れたわけじゃなくて、どちらかというと私が破壊した感じなんですね。先ほど木の枝を切る映像を撮ったんですけど、あんな感じで何か切るごとにやっぱ上に落ちてくるんですよね。で、ある時、ある程度ちょっと太い丸太をこれで切った時に、その丸太がこの上に落ちてきて、ここが折れたみたいな。あと、また何か落ちてきて、そのネジが曲がったとかですね。そういう細かい、故障というかですね。私が落っことしてそういうことが起きてるんで、ある意味私の身代わりになってくれてるんですけど、そういうことが2回ありましたと。で、以前はですね、ネットで買ったところに修理出してたんですけど、その場合宅急便代とか段ボールとか、営業所に持ってったり手間あったんですけど、ホームセンターで全然受け付けてくれるので、それであれば車で持ってってそのまま出せるみたいな感じでいけるんですね。で、牧田さんってやっぱりプロが使ってるメーカーなんで、修理の対応も早いですし、本当に小さい部品から出てくるので、壊れたりしたとしてもそこを変えれば治るという感じなので、そうですね。非常に信頼を受けるのかなと。繰り返しになるんですけど、これやっぱり危ないところを切るためのものなので、自分の代わりに壊れがちだと思うんですね。そういう時にやっぱりすぐに部品が出るかとか、修理に出せるかって結構大きいのかなというのがあると思います。はい。続いてですね、このポールソーの特徴の一つなんですけど、分割式なんですね。ここで、上の上部のアタッチメントを交換することができます。で、これはポールソーなんですけど、アタッチメントとしてはこういう草刈り機ですね。刈り払い機であったり、カルチベーターですね。耕運機というか、こういうのに切り替えることができます。で、開墾してる場所とかね、メンテナンスしてる場所に倉庫があればいいんですけど、なかなかね、倉庫を置くのも大変でしょうし、野ざらしにするのも厳しいということで、やっぱり車で持ってったり、持って帰ったりが多いと思うんですね。で、そういう時に、このままの長さだとね、ハイエースとかね、大きな車じゃないと入んないんですけど、ここで折れることによって、この長さで済むんですね。ですからわりかし持ち運びが楽かなと。車のトランクにも入ると思います。こっちがスプリットモーターっていう名称なんですけど、このスプリットモーターがあれば、先ほどのポールソーを使ったり、刈り払い機を使ったり、あとはカルチベーターを使ったりと。私の用途としてはこの辺ですね。では、スプリットモーターについてちょっとお話したいんですけど、スプリットモーターっていうのはこの下の部分ですね。バッテリーがあって、モーターがあって、スイッチがあると。で、ここにモーターがあって、ギアがあって、ここが回転することで上部の部分が動くというようなものになります。で、ここで選択肢としては、このバッテリーのサイズですね。これは18+18 で36なんですね。で、個人的にはこれぐらいパワーがあればもう十分かなと思ってます。で、この他に、18V だけのもの、ちょっと非力なのかなって想像してますけど、それと最新型の 40V、そういう種類がありますと。で、おそらく 40V は結構高いと思うんですよね。18V はね、多分軽いと思うんですよ。そのメリットはあると思うんですけど、パワーがなくなるのはちょっと痛いかなというふうに思います。で、特にですね、このポールソーの部分、結局これチェーンソーなんで、パワーが大事なんですよね。だから結構ガンガンね、使うということであれば36の方がいいかなと。18でも使えると思うんですけど、やっぱり
非力なのかなという気がします。私も一応 18V のチェーンソーを持ってるんで、いや、汚すぎる。そろそろですね、このスプリットモーターも中古で物が出てくるのかなと思います。まあ個人的にはね、36V あればパワー的には十分かなと思います。まあこちら、ある意味ですね、ガンダムみたいな感じで、ここを変えればいろいろ変形できるんですよね。ですので、男性的には結構ね、面白い機械になります。で、ただね、結構これ重いので、もし体が小さい方とか、女性の方でこれを検討する場合は、できれば一回ちょっとね、持ってみた方がいいかなと思います。これだけでも重いのに、さらにこの頭の方にもう一個パーツがつきますんで、だから自分がどこまで持てるかで、36なのか18なのかっていうのを選んだらいいのかなと思います。それで私がこれを中古で買ったらいくらかということをお話したいんですけど、今新品で見ると、これが2万円中盤ぐらいなんですよね。ですから中古の値段としたら1万円ぐらいですかね。バッテリーを入れないで。で、これはスプリットモーターっていう動力部分だけなので、これに加えて、こういう頭の部分ですね。ホールソーというのが必要になります。これも新品で2万円超えてくるので、おそらくこの部分で1万円。だからセットで2万円。2万円だとちょっと高いですよね。セットで1万5千円とかだったらなんかいい値段かなって気がしますね。ただ、個人的には1万5千円じゃちょっともったいなくて売れないですね。本当に特殊な用途ではありますけど、かつて2回これが壊れた時、もしこいつ使ってなかったら多分自分が怪我してたと思うので、はい。ある意味命の恩人というかですね。便利なんですけど、どうしても部品が多くなるんで、コストが高くなって値段も高くなると思うんですね。でもあればね、すごい便利なので、ぜひ検討してもらえればいいかなと思います。今回はこのポールソーについて紹介させていただきました。必ず必要なものではないんですけど、あると便利ですし、安全に作業ができるので、チェーンソーと一緒に考えていただければと思います。というところで、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。